はいどうもこんにちは、宮尾健二でございます。実はですね、今日は松戸市立博物館に向かっているところなんですけれども、今ですね、目標の松戸市立博物館をちょっと通り過ぎてしまいまして、もう一回どこかでねU ターンして戻ろうかなとしているところなんですね。でこの松戸市立博物館にはですね、昭和30年代の団地のですね再現展示があるということで、昔テレビでね見たことがあるような気がするんですけれども、かなりリアルでですね再現度が高くてちょっと面白そうだななんて思ったのを覚えています。で団地というとですね、大体の方が同じ敷地の中にこう3階建てから7階建てぐらいの、同じような共同住宅がいくつか建っているというようなのを想像されるかと思うんですが、今となってはね少し古い感じもしますけれども、昭和30年代の団地の開発が盛んだった頃というのはですね、最先端の住宅で憧れの的だったらしいですね。結構エリートサラリーマンとかがこう入居してくるような、そんな感じのものだったらしいです。あら、道間違ったな、完全に。行き止まりかい？行けるのかい？行き止まりだった。はい、やっと U ターンして戻ってきたんですが、今度はですねこちらの真ん中の中央分離帯に柵があって向こう側に行けませんので、もう一回ちょっとね U ターンしていきたいと思います。でここの博物館にはですね、その団地の再現展示以外にもですね、石器時代から現代までの歴史に触れられるような展示がいろいろあるということなので、それらもねいろいろ見ていきたいと思います。で、見えてきましたね。ホームページで見るところによると、バイクもこの自転車駐車場自転車置き場に置いていいということなので、ちょっとこちらに置きたいと思います。はい、ではバイクを止めたので博物館に向かいたいと思います。外からはこじんまりしているように見えますね。意外と言っては失礼ですが結構綺麗です。入り口では守衛さんがドアを開けて迎えてくれます。で、その奥がですね受付のようですので、まずは受付してきますね。はい、受付が終了しました。観覧料はですね大人310円でした。リーズナブルですね。この長いスロープの先が総合展示ということで、いわゆる常設展示ですね。反対にですね下の階に行くと特別展示があるそうです。お目当ての再現団地は総合展示にあるそうなので、まずはこちらの展示に向かいたいと思います。はい、こちらが入り口ですね。早速入っていきたいと思います。ちなみに一部フラッシュ撮影や撮影そのものが禁止のものがあるらしいですが、その他は撮影 OK とのことです。で、展示物はですね時代ごとに区切られて、古代から現代までのいろいろなものが展示されています。まずは石器時代からということで、ナイフのような石器などが展示されてますね。続いては縄文時代です。縄文式土器なんかもたくさんありますね。この時代の生活は道具もすべて手作りで、毎日キャンプしているようなものというよりも現代人から見たらサバイバル生活ですよね。歴史好きな人は戦国時代や幕末なんかが好きな方が多いと思いますけれども、こういう土器なんかを見ているとですね、実際にこれを作った人がいて、何千年も経って掘り起こされてこんな風に展示されているのかと思うとですね、この時代もなかなかロマンを感じます。こんな風にですね時代を追っていろいろなものが展示されていて、中にはですね今年の大河ドラマ鎌倉殿の13人にも登場する千葉市にまつわる展示もあります。でそのまま進んでいきますと、常盤平団地の再現展示が見えてきます。この団地の案内図、この手書き感が懐かしさを感じますね。そういえば昔は道路脇なんかにですねこういう手書きの地図というか案内図のようなものがあったりしましたが、最近あまり見なくなりましたね。では早速団地の中に入っていきたいと思います。この薄暗い感じというかライティングがですね夕暮れ時感を感じさせます。部屋の中にはですね玄関から入るのではなくて、ベランダ側から侵入というかですね、お邪魔する形のようです。
なんかベランダにはですね、汚い靴下が干されていますが、これも展示物です。ベランダ脇には洗濯機が置いてありますね。この時代の団地は洗濯機は外置きだったんですね。ではお邪魔します。玄関が入ってと言っても玄関じゃないですけれども、入ってすぐに冷蔵庫がありますね。これは右上に、N と書いてありますが、ナショナル製でしょうか。この冷蔵庫ですね、開くのかなと思ったら開きますね。ちょっと世代が違うのでこんなタイプの冷蔵庫は使ったことないですけれども、この氷を作る製氷皿は昔実家にあった気がします。続いて台所ですね。ガスコンロこそ今では見かけないタイプですが、その他は今でもこんな感じの台所ありますよね。僕が学生時代に住んでいたアパートより立派な台所です。小さいながらもダイニングテーブルでしょうか。夫婦と小さい子供がいる設定のようです。こちらの炊飯器は東芝製ですかね。電気釜って感じですね。隣のこれはミキサーでしょうか。メーカーはわかりませんが、おしゃれなデザインですね。今だと逆に人気が出そうなデザインです。壁にかかっているカレンダーは1962年のものですね。昭和37年です。祝日とかね、今とは違うのかなと思ったんですが、祝日表示はありませんでしたね。こちらはリビングルームですね。6畳くらいでしょうか。ものすごくいろんなものがね、凝縮された感じのする空間です。ちなみにですね、サムネイルではよく見るとレコードプレイヤーの上にカブが乗ってますが、あれは合成です。蛍光灯から見える紐が懐かしい感じですね。よく見ると本棚には百科事典がありますが、インターネットで何でも調べられるようになった今となってはすっかり見なくなりましたね。その隣は寝室です。ミシン台があってベビーベッドがあって、あと大人2人寝るにはちょっと手狭ですが、むしろこれだけ近くにいると逆に仲良くなっちゃいそうです。間取り的には 2DK ですね。風呂トイレ付きですし、新婚家庭向きといったところでしょうか。あとは横からしか見えませんが、このタンスとかですね、その上に乗っている小物類とかがですね、非常にリアルで、こういうところが再現度の高さを感じさせます。実家とかですね、おばあちゃん家を思い出しますね。こちらはお風呂ですね。すごいですね。木製です。ステンレス製ですらなく木製の風呂だったんですね。さすがにこれは見たことがないです。でもちゃんとですね、ガスで沸かせるようで、湯沸かし器的な機械が見えますね。続いてトイレです。風呂の様子からすると和式かと思いきや洋式ですね。さすが当時の最先端です。当然ウォシュレットなんかはありませんが、手洗いはついています。部屋全体を見渡すとですね、ちょっと手狭な気はしますが、当時は憧れの的だったらしいです。で、こちらが玄関になります。この玄関ドアは懐かしいですね。もう少し時代が進んでもですね、このドアの雰囲気は変わらないですね。玄関を出てみると、これまた懐かしい雰囲気です。が階段途中のですね、踊り場に見慣れないものがあります。よく見るとですね、これがダストシュートとのことですが、そんなのついてるの見たことないんですけど、なんでこの後廃れちゃったんでしょうかね。で、一旦部屋の中から出まして、建物の反対側に回ってみます。案内看板を過ぎてですね、先ほどとは反対側に回ると玄関側も見れます。バイクが置いてありますが、これ一瞬株かと思ったんですけれどもね、よく見るとスズキでした。セルペット MD50 でしょうか。ちょっと調べてみたんですが、詳しくは分かりませんでしたけれども、これはなかなか綺麗な個体ですね。メーターを見ると走行距離は9671キロとなっていましたが、メーター何周しているかわからないですけれどもね。こちら側からの眺めもかなりリアルなんですけど、これは、先ほどのダストシュートですね。入り口に回るとですね、これまた懐かしいですね。この掲示板のようなものもありましたね。玄関前なんかはね、雰囲気は今でも変わらない感じですが、これは何なんでしょうかね。郵便受けでもないし、ちょっとわからないですね。
こんな感じで見てきましたが、かなりリアルに作り込まれていて、生活感すら感じる空間でした。これはね、ちょっと面白いので、機会があればぜひ見に来てはいかがでしょうか。その他ですね、下の階の特別展やですね、あと野外にはですね、縦穴式住居もあってですね、中に入ることもできますので、興味のある方はそちらも面白いかもしれませんね。古代のですね、縦穴式住居の屋根がこんなに綺麗に刈り込まれたかやぶき屋根ではないだろうとは思いますが、聞くところによるとですね、この屋根の部分というのは実際どのような形だったのかは実はよくわからないそうです。で、見学を終えてですね、帰ろうとしたら猫の兄弟に会いました。他にもこの辺り、タヌキも出るそうです。はい、いかがでしたでしょうか。昭和30年代常盤平団地、なかなか面白かったですね。さすがにね、木のお風呂っていうのはね、見たことないですけれどもね、どこか懐かしさは感じるところがありましたね。で、団地の再現模型以外にもですね、いろいろと展示物あって面白かったですね。旧石器時代から現代までっていうことで、それぞれの時代のね、展示物の量はそんなに多くないんですけれども、なかなか面白かったです。今話題のね、鎌倉殿の13人なんかに出てくるような時代のものもありましたので、なかなか見応えがありました。その他ね、縄文時代の縦穴式住居なんかも面白かったですね。また時間がある時にでもですね、来てみてですね、ゆっくりと細かいところまで見てみるのも面白いかもしれないですね。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメントなどもいただけると今後の活動の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。